皆さんこんにちは。私はミャンノーパインと申します。ミャンマーから来ました。現在、立科学大学で勉強しています。今日は日本での生活を紹介したいと思います。よろしくお願いします。私が日本へ留学しようと思ったきっかけは、知り合いに日本へ留学してた人がいて、その人から日本のいろいろなことを聞いて、日本に興味を持ちました。その後、ミャンマーの日本語学校で日本語の勉強を始めました。日本語を勉強しているうちに、日本へ行きたい気持ちがもっと強くなり、日本語を一生懸命勉強しました。日本へ来る前に東京か神戸で迷っていました。その時、日本にいる友達に連絡して、友達から神戸はとても綺麗な街だと聞いたし、私も人が多すぎるところをあまり好きじゃないので、神戸を選びました。実際に日本に来てみて、神戸は大阪や東京より家賃も生活費も安いし、あとは自転車でもどこでも行けるので、神戸を選んでよかったと思います。私は国際語学学園で1年半日本語を勉強しました。学校では日本語のテストを受けて、その結果によってクラスを分けられます。私はミャンマーで日本語を勉強しましたが、日本では順調になるかと心配しました。でも先生方が日本語はもちろん日本の文化、習慣、マナーなどを優しく教えてくれました。日本語 N1 まで勉強できるだけでなく、EGU や GMPT の対策もしっかりしてくれます。国際語学学園にはたくさんの国の学生がいるので、いろいろな国の友達ができます。また、遠足なども連れて行ってくれました。学期によって行く場所が違うと思いますが、私の時は世界遺産の姫路城、サファリパーク、遊園地、花見に行きました。卒業旅行では淡路島に行きました。みんなと楽しく過ごしたその時間はとても懐かしいです。学内のイベントもたくさんあります。クリスマスパーティー、スピーチコンテスト、学園祭で自分の国の食べ物の店も出しました。日本語だけを勉強することではなく、学校のイベントなどにも参加して、いい経験になって楽しかったです。国際語学学園を卒業してから、立科学大学人間社会学部観光学科に入学しました。国際語学学園と立科学大学との協定により、学費も半額になってよかったです。しかし、大学の成績、出席率が下がってはいけないという条件がありますが、あまり難しいことではありません。大学に入ったばかりの時は大変なことがあったけど、だんだん慣れてきました。日本人の学生もたくさんいて、日本人の友達もできました。私の大学は広くて綺麗です。学校の中にもコンビニがあります。食堂もあって、食堂の食べ物は美味しくてびっくりするぐらい安いです。これは100円の朝ごはんです。また、授業の休みの時間に私がよく行く場所はウォルドホールです。その部屋でも外国人学生たちと交流できます。自由に使える部屋なので好きです。もう一つ、私が好きな場所は図書館でとても綺麗なところです。レポートを書くとき、役に立つ本がたくさんあります。わからないことがあったら調べられて便利です。私は卒業単位を取るため頑張って、今は
就活も頑張っています。来年の3月に大学を卒業します。大学を卒業した後は日本で就職する予定です。学校の勉強を頑張って、学校以外の時間にはコンビニでバイトをしています。バイトでは仕事の内容、ルールなどを守らないといけないです。覚えないといけないこともたくさんあって大変でしたが、いろいろ勉強になりました。店に来るお客様一人一人、好みも状況も違うけど、おもてなし接客する仕事なので大好きです。また、バイトの人たちといいコミュニケーションをとって友達も増えてきました。このお店の留学生はとても多くて、スタッフ半分がほぼ留学生となっています。学校行きながら仕事をするということはとても大変なことなんですけれども、しっかりと仕事をしてくれています。初めはやはりたどたどしいところたくさんありますけれども、年数を重ねるとともにきちんとした仕事を、やってくれるようになりました。留学することは家族と離れているので寂しいことがあります。なのでバイトも勉強も頑張って暇な時間には自分が好きなことをしたらいいと思います。私の趣味は旅行でよく旅行に行っています。日本には綺麗な場所がいっぱいあって私は全部行ってみたいです。旅行に行くことは新しい経験ができて日本のことも学べるのでいい機会だと思います。留学することはお金もかかるし大変なことなんですけど、お金では買えない経験もできますし、一生の宝物になります。自分の留学する目標を達成するための第一歩として国際語学学園へ来てください。バイバイ。